まおこチャンネル。オリジナル物語。ビルビルキッキ、ヒトキッキ。最終章、視界。あたりがぐんぐん大きく、そして眩しくなって、次第に体を包み込み始めて、幸次郎は意識が遠のく感覚に襲われ、目を閉じた。しかしそれは今までに感じたことがないほど心地よく、眠りにつく瞬間のぬくもりにさえ感じられた。あたりはもっともっと風船のように膨れ上がって、パンパンに押さえが効かなくなったところで一気に弾けた。鼓膜が破れるほどの耳鳴りがして、トランポリンで空高く舞い上がったかのように、幸次郎は宙へ浮かび上がった。小さな木を抱きしめたまま、闇の中をどんどん飛び上がり、腕の中で徐々に膨れ上がっていく異様な圧迫感を感じ、いよいよ手が回らなくなったとき、化け物の頭のてっぺんから脱出した。肩に強い衝撃を受けて、ドスンと草原に打ちつけた体は、ゴロゴロ転がって、のりおの木の下で停止した。幸次郎は目を開けて体を起こした。見ると、巨大な化け物がのたうち回り、たくさんの半透明な雫を周囲に撒き散らしながら、形を崩した水風船のように破裂した。幸次郎はのりおの木にしがみついた。体がびしょびしょになる。その時、破裂した化け物の中から飛び出して、空を舞いながら崖の方へ飛んでいく黒いタキシードの男が見えた。黒いタキシードの男は、捨てられたゴミ袋のように、くねくね揺らいで、ぐったりと動かない。幸次郎は立ち上がって、黒いタキシードの男を追った。徐々に高度を下げ、頭から落下していく。わー！幸次郎は叫んだ。そして、崖すれすれのところまで身を乗り出し、黒いタキシードの男の腕を掴んだ。軽い。幸次郎は足に力を入れて、服を泥だらけにしながらも、今にも崖から海に落ちてしまいそうな黒いタキシードの男の体を力いっぱい引っ張った。走っていた時はちっともかいていなかったはずの汗が、体中から溢れ出し、幸次郎の額はあっという間に光り始めた。大丈夫かい？幸次郎は黒いタキシードの男の体を強く揺らした。何度か揺らした後、思い切り肩を叩くと、男の口が少し動いて、幸次郎は安堵した。助けてくれた？意識を取り戻した黒いタキシードの男は、体を起こして草原の上に足を伸ばして座ると、疲れ切った声で言った。多分、そうなんだと思う。幸次郎は頭をかいた。崖から落ちなくてよかった。崖に滑り込んだ時についた擦り傷を、幸次郎は気にもせず、目いっぱい微笑んだ。黒いタキシードの男は、幸次郎をじっと見つめて、頭に乗ったパーティーハットをちょこんと持ち上げ、頭を下げた。ありがとう、幸次郎。男は優しく言った。その時、どこからかとてもうるさく、下品ないびきが聞こえてきた。幸次郎ははっとしてのりおの木を見た。そこにあった。いたのは、人間の姿に戻ったのりおだった。仰向けに寝転んだまま、いびきをかいて眠り込んでいる。お父さん！幸次郎は立ち上がって、のりおに飛びついた。懐かしいのりおの匂いで、泣きそうになるのを必死にこらえた。タキシードの男の前では泣きたくなかった。